こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回はイングレッサミリ社で発掘されたカプルをフル改造して戦場に赴きたいと思います。このカプルも他の量産機と同じく強化パーツを4つ装備することが可能なので、運動性にボーナスを振っておきます。武器の上昇率が1600で最大攻撃力が3800となります。バザーで改造した機体を売ることで手に入る超高性能スラスターと特殊強化装甲で強化しておきます。外伝では2機のカプルが使用可能なので、それぞれ運動性特化型と装甲特化型に強化しておきました。運動性では V2 ガンダムを超え、装甲ではターン X やネオグランゾンを超える硬さとなっています。さすがに最大攻撃力は光の翼を超えるとまではいきませんでした。まずカプルの性能テストをするための第1ステージは、8ターン以内に嫌なカウンターを全滅させるのが条件となります。2ターン目にソレイユからキエル城を連れ脱出してきたハリー大尉と要注意のイベントがあります。ほう、これだけは言っておく。お前はもっといい男を知るべきだ。余計なお世話。そうすればもっといい女になる。前哨戦として前回活躍の場が少なかったジムクエルともっといい男であろう方が要注意に仕掛けます。俺にやらせろ。情けない。あんな攻撃に当たるなんて。己、調子に乗るな。危ねえ。俺にやらせろ。やられた。脱出を。もっといい男であろう方に落とされた要注意の後は本題のカプルの性能テストといきます。ああ、やってみる。射程内に入った。行け行け。その程度の攻撃かわしてみせる。うっそいけるか。ああ、やってみる。お前たちなんか。いや、こんなところで。水陸両用かつ空の対応済みのカプルにニュータイプの中でも格闘値の高いウッソ氏のコンビでバウンドドッグ部隊を瞬殺しました。さらにクローのクリティカル補正が40と高いのでクリティカルを発生させやすいのも強みであります。そう簡単にやらせはしない。やられた。アルマイヤーですがビーム攻撃を850軽減するアイフィールドを持っているのでビーム兵器では少々落としづらくなっています。間合いを詰めればいける。耐えるな。主砲発射だ。こっちを狙っても無駄だ。うっそいけるか。ああ、やってみる。ここまでか。総員退避せよ。当然カプルのクローの前ではアイフィールドなど関係なく、またアルマイヤーの武器も海の適応が C なので安心して戦えますね。
回は8ターン以内という制限があったので、ソシエ城の光の翼の力を借りクリアした後はハリー大尉のメインイベントとなります。ミドガルドミラーン、ディアナ様を一瞬たりとも痛め泣かせるようなことがあったら、我魂魄100万回生まれ変わっても恨み晴らすからな。ハリー大尉の熱いイベントの後はウッソ氏の爪の甘さもあったという発言から相撲を即フル改造してみます。大尉の乗るゴールドタイプの相撲は運動性、走行、地形適応が高性能なためシンプルに運動性を強化していこうと思います。武器の上昇率は1200で費用も46万5000となり、カプルよりは割高になってしまうのは仕方がありませんね。ディアナ様を救出すべく月へたどり着いたプリベンターのまず相手となるのがスエッソン氏のマヒロー部隊ですね。ディアナの法の裁きを受けていただく。これなら互角に戦える。どこから攻撃してきたんだ。いただく。戦線を離脱する。原作でハリー大尉に落とされたずさんではありませんが、射程が1の空の攻撃に対しては反撃ができないずさでありますね。その程度でこの相撲を捉えられると思わぬことだ。悪いがまだ終わりではない。こんなところで。いただく。戦線を離脱する。ムーンレース兵のマヒローを一撃で撃破した後はスエッソン氏に仕掛けてみます。アクションレベルシュー。そんな期待なんぞにはこのマヒロは負けはせん。行くぞ。そんな期待なんぞにはこのマヒロは負けはせん。外伝でも好戦的な発言のスエッソン氏ですが、こちらの攻撃時には防御か回避という保守的な戦い方を徹底されています。親衛隊なら女王の尻を追いかけてるだけにしろ。ディアナ様の尻と言ったか。おのれ。尻を尻と言うて何が悪い。お前のような下劣な者がいるから私は銀河ナム家を見限ったのだ。ディアナ様の尻と言ったか。おのれ。
ディアナの方による親衛隊の裁きを受けてもらった後はフロスト兄弟が登場します。特別な力を持っているようだ。私たち兄弟にはかなうまい。分かってる。いけうっそ。無駄死によ。オルバ、奴は私たち兄弟の力を甘く見ているようだ。と本日まで数々の量産機の餌食となってきたフロスト兄弟でありますが、登場してくるたびに機体も若干強化されてきています。空、陸 A となっており、エネルギーも強化されているのでエネルギー切れも狙いにくくなっていますね。フロスト兄弟戦ではオルバ氏が援護を4回使用できるので、お兄さんとの隣接だけは避けなければなりません。カテゴリー F で回避補正も入っているので、ここは必中持ちのウッソ氏に託します。行ってしまえ。気をつけろオルバ、敵のパワーは強力だ。そんなものに当たるか。行ってしまえ。どうやら勝負はついたようだな。若干攻撃の当てやすいアシュタロンにはなくそー。いけーダンクーこいつやなかなかやるよ兄さん。アトミックシザースに捕まってしまえばおしまいだよ。当たってたまるかよ。君はこの僕の獲物なんだよ。黒田うっそ。分かってる。うっそいけるか。ああ、やってみる。出ちまえ。バカだ。出ちまこんなことって。さらにフロスト兄弟の後はギム・ギンガナム音大将が登場されます。何？本当にターン X っていうやつと呼び合っているのか？ホワイトドールはあのモビルスーツのことを知っている。ターン X。ターン A のパイロットいるんだろう。黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。命乞いをしてターン A から降りろ。這いつくばって土下座してみせるんだよパイロット。やってみせて。調子は良好。ターン A とやらキム・ギンガナムが引導を渡してくれる。登場早々に絶好調な音大将とメリーベル城の掛け合いから過去から飛ばされてきたカテジナさんも登場します。カテジナさんの登場となればやるしかないウッソ氏ですね。いけうっそ。無駄死によ。攻撃しているつもりか？その程度で私の手で眠りな。避けられるか。いや避けてみせる。沈め。好きにはさせない。アルファ時代は底力が発生すると射撃値と強化人間レベルの高さで苦労するカテジナさんではありましたが、ここは
確実に仕留めておきたいところなので。うっそいけるか。しまった。カプルとウッソ氏の相性の良さからか、アルファ時代より脅威を感じなかったカテジナさんの後はメリーベル城に挑みます。イアナ様の尻と言ったか。この仕返しは必ずしてやるから。親衛隊が何さ。相撲の運動性能を甘く見ないでいただこうか。フル改造した相撲と親衛隊の力があれば楽に戦えてしまうバンデットですが、メリーベル城の援護は面倒な存在となっています。そのためメリーベル城も御大将との隣接だけは気をつけながら戦わなければならない相手となります。いい加減に落ちてよ。初見時は御大将とのコンビで苦労したイメージのあるメリーベル城でしたが、命中特化のザメルとメシエ城なら確実に落とせます。このいい腕だ貴様。ギンガナム隊の隊員になるか。シャイニングフィンガーとはこういうものだ。狙いが甘いぜ。外伝のボスの中でもトップクラスの性能となるターン X ではありますが、改めて見ると今回のカプルには及ばない性能となっています。御大将は援護に底力、格闘、射撃ともに能力が高くなっているのですが、シャイニングフィンガーよりカプルの黒、いやダン空剣の方が攻撃力が300高くなっていますね。ギンガナム覚悟。小賢しい真似を。シャイニングフィンガーを使う。その程度でこの相撲を捉えられると思わぬことだ。行ってしまえ。ターン X の語るサイコミュ的な精神波の流れ、強力でいいじゃないか。シャイニングフィンガーとはこういうものだ。分かってる。このステージでは撃墜せずとも HP60% 以下で撤退させるだけで熟練度が獲得可能となっています。ここでやっとクリアかと思いきや、まだ増援が来る、なかなかに鬼畜な外伝となっていますね。いけうっそ。無駄死にを。なめるな。関空砲フォーメーションだ。
格闘値の高い呪導士とウッソ氏でもさすがにこれだけの連戦が続くと弾薬が切れてきます。そこでお互いに補給ができるので2機揃えば永久的に戦うことも可能なカップルでありますね。フロスト兄弟、御大将と戦ってきた後のカーメン氏には強さを感じないというのが正直なところでありました。悪しき空間を断つ、名付けて弾空光河剣、やってやるぜ。やりおったな。危ねえ危ねえ。こっちも攻撃する。では機会があればまた会おうぞ。この永久的に戦えるカプルが想像以上に使い勝手が良く、通常プレイで改造しても価値のある機体であったと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。